おはようございます。たかしです。本日は10月31日木曜日、ただいま7時27分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からです。昨日のローソク足は陰線ですね。ここの緑の水平線の間でレンジになっているという話をしていたと思いますが、ちょうどそこまで上昇してきて、そこから現在は下落中。なのでこのまま行くと、日足の GMMA 付近まで、つまりこのレンジの下限付近まで下落していくという、そういう考え方ができます。もちろん現在は上昇トレンド中ですので、途中で反発して上昇する可能性もあるんですが、まだ日足の GMMA との乖離を埋めておりませんので、一度はこのくらいの大きな下落の可能性は考えておきたい。そうするとドル円もおそらくそれに引っ張られて大きめの下落をしてくる可能性があるんですが、今可能性としてはこの水平線196円ぐらいまでの下落が考えられます。ストキャスティクスも高値圏ですので、やはり一旦は下落をしてほしいところですね。昨日の下落がその初動になるのかどうかというところを見ておきたいですね。ただここのところずっとじりじりと上昇してきておりますので、今下落すると見せかけてまた再上昇していくっていうことも十分考えられます。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯に接触して反発っていうのを過去何度もしてきておりますので、今回もそういうような動きになってくる可能性がありますね。昨日は一旦下落したんですが、結局 GMMA の青帯で反発しました。ただその後これ結構長い上髭をつけて、そこで上値を止められておりますので、そう考えると本日あたりこのあたり、ここをこういう風にズドンと下抜けるような動きをしてくるかもしれませんね。まずは直近の安値、このあたりですね、赤い水平線 197.8 付近を意識しておいて、そのあたりを明確に下抜けてくると、もう一段下、この辺ですね、196.5 ぐらいまでの下落を考えておきたいです。そして先ほど日足で言っていた緑の水平線がここですので、大きく下げてくると196円ぐらいまでの下落が考えられますが、このまま下落してきた場合は、まずはこの赤い水平線の 197.8 付近、そして 196.5 付近、そして196円付近という風に考えておくといいと思います。では1時間足です。1時間足は方向感がありませんね。昨日は大きく下落して大きく上昇してまた再び下落してきているっていう、大枠では先ほど日足で言っていたこの緑のライン、このあたりでの今トレンド転換期と考えられますので、上がったり下がったりっていうのを方向感なく起こしておりますので、この乱高下を経てそこからこう下落していくのか、それともこの揉み合いを経てそこから上昇していくのかっていうのが今どちらになるのかっていうところです。今の感じですと1時間足の GMMA 下抜けてきてますよね。この、今までずっと GMMA でサポートされてきていたんですが、そこを下抜けてきました。昨日一旦下抜けましたよね。そして上値を試したんですが、結局この高値を超えられずにまた再び下落してきているっていうことは、ここから本日やはり下落する方向が可能性としては高いのかなと考えられます。ただ結構乱高下しているので方向感が分かりにくくなっておりますので、まずは昨日の高値と安値を意識しておいて、それを抜けた方についていく。昨日の高値を抜けたらそこからの上昇でもう一段上がっていく。そして昨日の安値を抜けると、まずはこの水平線ですね、先ほど4時間足で言っていたラインを意識しておいて、そのあたりまで下落してくると反発するかもっていう、過去もこのあたりでサポートされているところですので、この辺の水平線、先ほど4時間足で言っていたポイントぐらいで反発する可能性は考えておきたいです。下がってくれば4時間足の GMMA の青帯がすぐこのあたりにあるんですね。ですので今1時間足は GMMA の青帯を下抜けてきてますが、現在は4時間足の GMMA がこの辺にあって、4時間足の GMMA と1時間足の GMMA で挟まれるこのゾーンにありますので、動きとしては難しくなってくると思います。下落方向を狙う場合は、昨日の高値ぐらいまで上昇してからの下落を狙うのが分かりやすいですし、上昇方向を狙う場合は逆に昨日の安値とかこの水平線付近、このあたりまで下がってくるのを待って、そこでの反発を見るのがいいと思います。このあたりは4時間足の GMMA がありますので、4時間足の GMMA でサポートされて上昇するのか、それとも1時間足のこの上昇トレンドを崩してきたところから大きく下落していくのかっていう、すごく分かりにくいところにはあるんですが、トレンド転換期っていうのはこういう分かりにくい動きをしますので、本日はそれがどちらになるのか、動いた方についていく。基本的な考え方としては昨日の高値安値を意識しておいて、そこを抜けた方についていくっていう考え方を持っておくといいと思います。ではドル円を見ていきましょう。ドル円も節目となる白い水平線が155円付近になるんですが、そこに到達できずに下落するのかというところですね。ここ3日間ほどずっとローソク足、実体部分がほぼない小回しのような形になっておりますので、ここからダラダラと下落していく可能性があります。その場合は先ほどポンド円と同じように GMMA
GMMA の青帯付近ですね。現在ですと149円台ぐらいまでの下落が考えられますので、そこまでの下落は一旦イメージしておいてもいいと思います。ストキャスティクスも高値圏です。ただ、基本的には今ずっと上昇トレンド中で、陰線ってほぼ出ていないんですよね。このあたりでちょろちょろとこことかこことかこことかでちょろちょろ出ておりますけれども、結局陰線ってほとんど出てずにずっと上昇してきておりますので、今上げ止まっている感じもしますけれども、ここから再び上昇していくという可能性、そして155円付近が節目だと言いましたが、そのあたりまで上昇しきる可能性もありますので、そこはご注意ください。インジケーターを見ているといつ下落してもおかしくないし、ローソク足の形を見ていてもいつ下落をしてもおかしくない。そんな風には見えております。では4時間足です。ドル円昨日ほぼ動きなしでしたよね。下がったり上がったりという。ポンド円もそんな感じでしたけれども、ドル円はほぼほぼ動いていない状態です。日足を見ていただいてもわかりますよね。ここのところ上がったり下がったり上がったり下がったりっていうのを繰り返しているだけですので、こういうところでトレードをすると負けやすくなりますのでご注意ください。基本的には GMMA の青帯は上向きで、今までの動きを見ていると GMMA から反発してきておりますので、昨日のこの下落も GMMA 付近から反発してきてますよね。ということは本日下落してきてもまた GMMA 付近では反発しやすいというところは考えておいてください。ただ、ポンド円が大きく下落しそうな雰囲気も感じますので、そうするとそれに引っ張られてドル円も下落していくっていうことも考えられますし、日足のストキャスティクスも高値圏でしたよね。そう考えると日足のローソク足もちょっと怪しい形になってきておりますので、ここからダラダラと下落していくっていうことも十分考えられますので、今はここでの揉み合いですが、この揉み合いを経て上昇するのか下落するのかっていうところを様子見する期間に入っているのかなと思います。では1時間足です。4時間足は上昇トレンド中なんですが、1時間足は完全にレンジですよね。上がったり下がったりというのを方向感なくやっているというそんな感じですので、今は動きが分かりにくい。ポンド円もそうですがかなり分かりにくくなってきてます。ただ、1時間足の GMMA 昨日は下抜けてきております。今は上に来ておりますが、また下抜けてくるとここでこういう下落トレンドが作られていきますので、そうすると下落しやすくなります。考え方としてはポンド円と同じく、こういう昨日の高値、そして昨日の安値、この辺を意識しておいて、今はこの中でレンジですよね。上がったり下がったり、昨日の高値と安値の間で動いてます。現在はその昨日の高値付近にありますので、そう考えると現在地付近からは昨日の安値を目指して下落しやすい。そして昨日の安値を下抜けてくると、この赤い水平線、152.5 付近までの下落が考えられますし、ここを下抜けると再び 151.5 ぐらいまでの下落という形で下落していくのかなというふうに思います。逆に上昇した場合は、昨日のこのレンジを上抜けると、直近の高値付近、154円付近までの上昇が考えられますし、154円を上抜けると、次は155円ぐらいまでの上昇が考えられますので、まずは昨日の高値安値、ポンド円もドル円もその辺を意識しておくのがいいんじゃないでしょうか。ですので本日アラートを仕掛けるなら、どちらもこの昨日の高値と安値に仕掛けておいて、そこまで来ればその中でのレンジ、そして抜ければそちらについていくという考え方ですね。トレーディングビューではアラート簡単に設定できますので、もし使いやすいチャートをお探しの方は、一度トレーディングビューをお試しいただくのがいいと思います。URL は概要欄に貼っておきます。登録は無料です。有料プランもありますが、まずは無料で利用して、もし有料の機能が必要なら有料に変えればいいと思いますが、無料で全然使えますので、まずは登録するところから始めてみてください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。